さて人気コミックスを題材にした格ゲーが PC のほか家庭用版各種に登場とのことで、今回はバキハンマーブラッドアリーナの紹介を行います。こちら今や多くの人が知るバキを元にその昔あったマイク・タイソンパンチアウト風のゲームに仕立てた作品です。遊んでみた感想としてはただのキャラゲーではない、ファンの人にもおすすめできる確かな面白さがあります。ただし批判の声も一部上がっています。高すぎるんじゃないかとかフラッシュゲームみたいだというものです。ここら辺も順を追ってお伝えします。まず今作は言うなればタイミングゲーです。敵の動きに合わせ正確に防御し回避することが勝利につながり、覚えることから始まります。攻撃ボタン連打では勝てません。横に避けるか下にかわす、あるいは上で防御します。しかしどの攻撃をどう防いだらよいかヒントはありません。自分で試行錯誤して習得する必要があり、この鍛錬部分もゲーム性の一つです。攻略法を編み出し敵に打ち勝つことができた時、喜びもひとしおになります。ところがちょっと説明不足すぎる部分もあり、チュートリアルでは教えてくれない防御法がまだあります。一つがニュートラル状態にした下段防御です。何もボタンを押さない場合、敵の下段を防いでくれます。これに気づけないと3戦目の勝ち見戦が初めての壁になります。私はネットで調べてようやく分かったくらいです。他にも敵の攻撃に合わせたカウンターができそうなのですが、これは研究が必要になります。どのタイミングで何を当てるかひたすら試す楽しみがあります。成功したら敵がピヨることもあり、より早く倒せるし、もしかしたら難しいモードでは必須テクニックになるかもしれません。あとは 3KO 式ですが、相手をダウンさせた後、ボタン連打すると体力が回復するというのも教えてくれません。この回復や下段防御は教えてくれても良さそうな感じはあります。ここで今作はただボタンを押すだけのその昔のファミコンゲーム、マイク・タイソンパンチアウト式のためフラッシュゲームみたいだとか、それにしては高すぎるという声があります。確かにフラッシュコンテンツでありそうなゲーム性ですし、同じシステムは簡単に作れることでしょう。ただし重要なのは品質面です。私は全部バキシリーズは読んでいますが、敵の立ち絵やポーズ、モーションはかなり忠実だし、演出面や打撃感も素晴らしいです。これが棒人間のフラッシュゲームなら高いでしょうが、そうではありません。他に最近話題になったフォローナイトの最新作が安すぎて、それを引き合いに様々な掲示板でトロールが荒らしていますが、確かに比べてしまうとやや高めな設定であることは否めません。キャラゲーは高い傾向にあり、多くの人に売るというよりかはファンの人に買ってもらうことが第一です。たくさん売れずともそこで黒字を狙う価格です。仮にコアなファンが納得できる内容ならば口コミで広まります。一番強いのが原作者の方のお墨付きコメントなのですが、今のところ確認できませんでした。アニメには関わっておらず、アニメへの注文もほとんどしないと言われており、今作はアニメも元にした作品なので、コメントは控えているのかもしれません。少なくとも私は何度もバキを読み返してるくらい好きなので、私準拠では内容はとても面白いと言えます。言うなれば世に人気ジャンル、ソウルライクがありますが、行き着くところはタイミングリズムゲーです。どの攻撃にどうするかを徹底的に覚え対処し、すべて完封できた時快感に変わるわけで、今作バキハンマーブラッドアリーナもその喜びが確かにあります。難易度はすべてがボス戦なので難しめで、さらに高難度も用意されています。また今後新たなモードの実装が予定されています。敵はプロモーションムービーからわかる通り、ビスケットオリバーやピクルまで出てきますが、最後にハンマ裕次郎が待ち受けているかはまだわかりません。そこまで到達できていないためです。今後もあらゆる強敵が出てくるのであれば、それだけ盛り上がることでしょう。ちなみに私が初めてバキを読み始めたのが大学生の頃です。研究室に友人が持ってきていてみんなで読んでいました。特に面白くなってくるのがバキの少年時代編からです。初めの容姿からは想像できないバキが不良みたいに荒れており、山中でのサバイバルものになっていき、生き死にをかけた戦いが待ち受けています。バキは一巻読むのが最も早い部類のコミックスでもあり、下手したら5分とかで終わるくらいです。格闘メインであり文字が少ないためです。なので今までの全てを読むにも全く大変ではありません。昨年にバキシリーズは累計1億部を超えたとのことで、世の人気コミックスのトップ圏内にあります。バキをオマージュした作品もたびたび出るくらいです。好きなエピソードはビスケットオリバーの刑務所でワインを品定めするシーンです。私は食事は全部自炊で、世には自炊 vs 外食みたいな話がありますが、このワインシーンをもとに話をしたことがあります。ビスケットオリバーは何を言ったかというと、いつもの超豪華な食事ですごい高級なワインを飲み、これは素晴らしい潤沢な香りでうんぬんみたいな話をします。
続けて、だがしかし、市販の1000円くらいのワインに対し、1万倍の価値があるのかと問います。せいぜい10倍から20倍だと怒り始め、高級なワインをぶちまけるというシーンです。それにちなんで私は外食の1000円くらいの料理は自分の作った100円の料理より10倍うまいかと、そんなことはなく、せいぜい2、3倍であり、それなら100円くらいの料理の方が得だと言ったことがあります。実際は人件費や儲け、ブランドなど他に価格に影響する部分はあれど、細けいことはさておき、それくらい日常会話でも出すくらい印象強いシーンが多く、イラストも独自であり、強く心に残る作品です。そんなバキを題材にした今作は予想を裏切り期待を裏切らない作品となり得ているのか、ご自身の目でぜひ確かめてみてください。発売日は2025年9月11日で価格は現在 10% 割引の3060円です。というわけで一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたのでどうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。項目がいくつかありますが、これはまだ実装されていない。近日公開で、これは一番初めのトーナメントですかね。二つ目はなんだ？コンティニューなし、セーブなし。もう倒れてしまったらそこで終わりか。まあ一番上で遊んでいきましょう。海王ビーストデーモンなんぞこれ難易度説明がないからわかんない。まあとりあえずビーストにしてみるか。デーモンはきっと難しいモードと見たね。強さと技が最も評価されるこの世界で。最大トーナメントが開催される。列海王だ。一流のファイター。ドッポオロチですね。それぞれが自分の力を証明しようとする。バキとオーガだ。誰だこいつ。器用進み。ちょっと読めなかった。ちょっとした弱い人かな。カマセイ犬的な。なんかそんな感じだな。カトってこんな顔でした。バキ、お前との戦いをずっと楽しみにしていた。俺の喧嘩空手がどこまで通用するか試させてもらうぜ。加藤さんの戦い方は独特だ。でも手加減はしない。拳銃と日本刀で磨かれた本物の喧嘩空手。喧嘩空手が売りなんですね、こいつの。四角か×で下段攻撃。なんか右のバキ怖いな、顔が。四角でパンチかな。×もパンチだ。どっちも左右左みたいな感じだね。次三角か丸で顔面に一撃。三角、おら丸。もう至ってシンプルだね、攻撃は。次左か右でパンチを避ける。何どっち避けんの？間違い。右に避けたんだけど。左かこれ。押しっぱなしかな。そうだね、押しっぱなしだ。で、下を押せば高めの攻撃を回避できる。これはちょっとな、覚える必要がありますね。どれが高めだとか。で、高めの攻撃はガードしてもよい。上で OK。ガード。OK だね。ずっと押しっぱなしいいの？なんかデメリットあんのかな。で、L2 か R2 を押して、バーをチャージして、で、四角を押すとパワーアタック。よし、食べろ。四角。どっちもモーションコードになりますね。L2 と R2。相手はフラフラだ。悪魔のように攻撃しろ。何この言い回し。海外ではこういう役はされてんの。悪魔のように。この野郎。ちゃいこれで、スーパーメーターがフルチャージだ。L2 と R2 の両方を押す。で、スペシャルアタック。いけ。決まった。加藤、待て。まだ終わりじゃない。なんだよこの演出は。プレス？ここでガッツポーズが取れる。さあ、まだ続きます。マイク・タイソン、パンチアウト式ですね。これで戦いが始まる。よし、行くぞ。強いだ。危ない。よし、かわせ。この野郎。ちょっと適当にボタン押してるわ。よし、食べろ。なんだ今の。下か今な。決まった。ラッシュだ。悪魔のようにラッシュを決める。いけー。あれ、防がれた？スーパー攻撃防がれるんだ。すごい。でも、とりあえず殴ってれば、相手のガードをね、貫通できますね。危ない。とりゃ。やったー。3回式かな？ノックアウトはね。これ、絶対同じポーズなの。って。さあ、3回目は、手強くなってんじゃないか。なんだ、攻撃最中も、
殴れましたね。あー、まずい。ダウンだ。まだセーフ。ギリギリ。耐えてる。バキ耐えろ。おっしょ。ダウンした。立てー。彼では無理だって。なんでこんなレスかよ。バキならやれるだろ、むしろ。よし、いける。うわー、連打だー。うわー、フィニッシュ。これで完全勝利か。バキの顔が赤く腫れている。KO。やったー。お前の強さは本物だ。そう、1戦目勝利しましたね。また、ビーストにデーモン。で、次は、モハメド・アライ・ジュニアですね。かのレジェンドの息子である。2回戦に進出したバキは、アライ・ジュニアと相対する。アライ・ジュニアは今回こそは勝利を手にすべく、自信に満ちた、読み切れないね、これ。アライ・ジュニアの最後のとこかな。ボロボロになってやってきた。本来はむちゃくちゃ強いんだけど、やっぱり最後はカマス役になってしまうという。今回こそ君に負けないよう最高の状態を仕上げてきた。そう。体がボロボロこそが、ね、最高のコンディションである。そう仕上げてきたわけですよ。父が作り上げたモハメド・アライ流拳法。そういう名前でしたっけ？モハメド・アライ式とかじゃありませんでした？今日ここで完成させる。よし、行くぞ。ファイト。ほら。ほいほい。まだ動きわかんないからね。あ、違うな、これ。冗談か。防御がついたら敵の攻撃かな。おっとっと。何こいつ、ハイパー持ちか。攻撃で割り込みませんね。下。あ、違う、ほら。左か。ためろ。ほら。へい。よし、いいぞ。おお。やった、チャンスだ。赤に殴って、ためろ。ほら。やったー。まず一本。まだやれる。くらえ。やったー。あらい、一撃だ。なんで、バキも驚いてるんだ。なんだなんだ今のは。何が来たんだ。何が来たかわからないが。避け方がわかんなかった。ためろ。ほい。左か。バキー立つんだ。起きろー。まだまだ。砂が浮いてる場合じゃないぞ。この野郎。ほら。左だ。違う。なんだ今のは。下が。いけー。今週時期が。ギャー。ミリで負けた。やっぱ難しいぞ、このゲーム。再プレイだ。上からのはね、防御。よし、決まった。やったー。三鎮の構えで防いだ。一撃だ。よし。これわかんない。これ何？これ下かな。ちょっとわからん。信じられん、バキ。起きろ。誰だ、一番下の。レス変えようか。ほい。上。よし。危ね。左。いや、下だ。うわ、タイミングむずい。右。うわ、左。よし。おー。どうした？右。よっしゃ、下だ。やられたー。さっきよりも結果が悪い。で、なんか防御する瞬間、チカって光るんだよね。パーフェクトガードあるんじゃないかな、このゲーム。下。よし、避けた。初めて避けた。左。おー。強力一撃。上。よし、カウンター。右だ。左。やばい。溜めてる状態でも避けれましたね。うらー。おほー。決まった。次は、克実ですね。ドッポールチの息子。いきなり行くのか。なんだここ。外での戦いだ。監修いませんね。まずは殴ろう。右か。下か。右か。下か。左か、これ。わからん。動きが独特すぎる。克実。この野郎。うわ下。どっち？左。わからん。上だ。バキによく出てくるようなモーションで蹴られて。ピクロもいるぞ。ピクロも出てくるのか、このゲーム。どっちだ、今だ。これは、下？上じゃないな。いや、下か？下。これダメ？わからん。防御か、じゃあ。防御ダメだってのはさっきな。逆に避けんのか？違う。こっちじゃない。いやー、パンチの避け方がわかんないから。友達は飲まれてしまう。KO。ダメだ。克実の壁が熱すぎる。いけ！やった！まだか。もう一本あんのか。ダメだ。なんだ？
進展した。あ、目覚めだ。タイピクルの構えだ。やばい。本気出してきた。ちょっと待って。避けるぞ、終わった。調べよう。あまりに防ぎ方わかんなすぎる。なんかね、何もしないと防御する時があるみたいな話がありますね。そんなことが。何もしないが正解だった。マジで何それ。そんな術なかったじゃん。で、これは横に避ける必要あると。まあ、これで、とりあえず全部の技は避けられますね。何もしない。うん。そういうことか。これは参ったね。こんなの、チュートリアルないもんね。いけー。もうちょい。やったー。とどめだー。容赦しないぜ。顎が何回も折れたぞ。KO。花山薫。こいつはバキの中でもすげえ強いキャラと位置づけされてますね。あまりに強すぎて生まれたがために自分を鍛えないことにしてる。生まれ持ったもう力強さでものすごく強い。さあこいつはどんな戦いになるんだ。今のはこれ右かこれ。左。二段パンチ。右か。今下だったか。すごいためだった。わかんないこれ。上か。上じゃない。下かとなると。残りパンチ。こっち。正解だ。わかった。ようやく避けれた。これは戻ってくる。ここを狙っていく。来た。こっちか。来た。さあどうなる。思いっきり食らった。左。右。ここだー。決まったー。花が香る。打ち取ったりー。次は誰？シコルスキー。5人くらい出てきた死刑囚のうちの1人ですね。アニメ版が元とのことで、ちょっとキャラクターデザインがね、原作とは異なるかもしれませんが。ラウンド3。まず動きを読みましょう。なんだこれ。右に蹴ってきた。画面の上に捕まって。下か。シコルスキーキック。全然読めない動きが。上も OK だ。でもなんか削られますね。防御すると。この蹴りはわからん。よく避けた。急にバーベルを。7点に混乱した。そんな効果が。逆に避けてしまう。混乱すると。確かにあんなもん出されて殴られたら混乱せざるを得ない。カウントした。ディジー。浮いた時に大パンチ当てるわね。ピオリオだね。ここで連打すると回復できるんだ。マジか。よっしゃー。連打。ここで回復できる。なんだ。なんだ。どうすればよかったんだ。なんか3段攻撃くらい飛んできた。これダメだ。チクショー。シコルスキーに勝てない。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。